漆芸作家の時田早苗です。乾漆という造形技法で漆を制作しています。粘土で形を作って、そこに麻布を漆で貼っていくと、作った形に麻布が沿って貼れるので、漆で貼ると麻布が固まるので、その形を使って作る方法が乾漆といって、乾く漆という漢字で書くんですけど、こういった作品が分かりやすいんですけど、粘土でこの形を作ったところに麻布を貼っていくと、麻布だけが残って、こういった薄さの、これは麻布と漆で形が出来上がってます。普段は卵の殻を結構使うことが多くて、こういった風にうずらの卵の殻を使って漆芸表現をしています。これが漆の木です。これは漆を取り終わって使わなくなった木なんですけど、こういう風に漆に傷をつけていって、傷をつけるとそこから漆が染み出てくるので、それをちょっとずつ取っていきます。で、出てきたものがこちらの漆になります。この状態で漆が出てきます。余分な水分とかを抜いたりして精製すると、透明な漆になります。透明といっても樹液の色が入っているので茶色いんですけど、透明漆になります。で、そこに粉の顔料を入れていくといろんな色が作れます。で、黒だけは鉄分を入れて化学反応で染めたものです。で、これは私が調合した白漆です。卵殻の色味とかに合うように、白だけじゃなくていろんな色をちょっとずつ入れて作ってます。あとは卵殻を貼るために少し、濃度を濃くしなきゃいけなくて、普通の漆だと結構柔らかいので卵殻を貼るにはちょっと向いてなくて、卵殻を貼れるぐらいの硬さになるように結構硬いですね。卵殻が自分の感覚ですけど、漆を結構貼った時に吸う気がして、その吸ってしまう分も考慮して少し厚めに塗ってます。昔から卵殻を使う技法はあって、結構漆のマックス白い色が肌色、この今塗っている漆の色が一番白い色になるんですけど、この肌色の訳っていうのが、漆が樹液で取られた樹液なので、その顔料を白い顔料を入れてもどうしても茶色いものになってしまって、一番白い色を表現するために昔の人が卵を使うっていう方法を編み出して、元から卵は使われてきてます。黒い漆の面に白い鳥、サギだったり、あとは白いお花だったり、そういった白いモチーフを描くために使われてきたことが多いんですけど、私はこの卵の質感とか色とかがすごい魅力あるなって思って、動物の肌として使ってみたいなと思って貼り合わせてます。結構大きい
面積になってくると、卵殻の一つ一つの色の違いっていうのが結構出てきて、なんかそれがこう皮膚の少しこう血が通ったような青みがかった色だったり、ちょっと黄みがかった色だったり、なんかそういう色の複雑な表情が皮膚として表すのがすごく魅力的だなって思ってやってます。大学で漆を勉強していて、最初は技法を勉強していくんですけど、1年後ぐらいにじゃあ作品を作ってみましょうってなった時に、なんか漆で何を作りたいかっていうのを考えて、なんか漆って結構触って心地いい質感だったりするので、それをなんか小さい子も楽しめるようなものとして作れたらいいなっていうので、子供向けのものを作ろうかなっていうので、白熊の遊具を作ったんです。それが始まりでした。白熊を作るにあたって、白熊って白いので卵殻を貼って表現しようっていうので、白熊を、そうですね、結構でかかったです。私ぐらいのサイズの白熊を作るのに、その乾漆という技法で造形をして、で表面を卵殻を貼って表現した時に、今まで漆芸の作品っていうのが黒地に螺鈿とか卵殻とか一般的に使われている技法は結構こう厳かに見えてて、なんか大人向けのなんか高級なものとして結構作られてるなっていう当時印象で、ただ自分がこう白熊を卵殻で表現した時にすごい優しい印象になったので、漆芸の技法を使っているのにこんなにもこう優しい印象に作れるんだなっていうのがすごい自分の中で感動した部分ではあって、これがいいなと思って、これをちょっと作っていきたいなっていうのが白熊の作品がきっかけでした。そこからずっと卵殻を続けてます。この作品はクジラの尾っぽを作った作品で、実は海の生物初めて作ったんですけど、今まで結構白くてモフモフとした動物を作ることが多かったんですけど、卵の白い色を表現したいなって思って、この作品はあまり装飾をせずに作っていて、いつも結構表面に螺鈿といって貝の色味を結構使って表現することが多いんですけど、この作品はちょっとこの見えてる、これはクォーツ、石なんですけど、クォーツを少しあしらって表現しています。でこの全面に卵殻を貼って、卵殻のこの色の複雑な色味っていうのが表現できればいいなって思って、装飾は控えめにしようとしたんですけどちょっと溢れる思いがあって、裏のところに結構過食をしましてっていうのもクジラのこの裏側っていうのが傷が結構入ってて、クジラの尾っぽの裏側っていうのが。で研究者とかもクジラの尾っぽの裏側の傷を見て個々のクジラを判別しているらしいので、この裏側のところに、私らしさっていうのを少し出せたらいいなっていうので、実際こう作品パッて見た時は見えないんですけど、裏側に少し特徴を表しています。漆の魅力っていうのが
世の中の全員の人に伝えればいいとかそこまでは思ってないんですけど、なんか知らない漆を今知らない人たちが興味を持てるような作品が作れたらいいなって思ってて、なんか漆の素材だったりその伝統的な技法を使いつつ、なんかこう新しい見え方っていうのが表現できれば興味を持つ人が増えるのかなって思ってて、なんかそういった思いで作っているので、それは変えずに作り続けていきたいなって思ってます。